はい、こんにちは。山下夏実です。6月3日水曜日、この日は平塚海岸でスキムボードを楽しんできました。台風6号通過直後の平塚です。通過後ですが、めちゃめちゃサイズでかかった感じとなってます。ちょっと沖のね、波はもうでかすぎて、平塚にこのプロサーファー、プロボディーボーダーしかいないような条件になってしまうぐらい波はでかかったですね。軽くダブルはあったかなと思います、波サイズ。ただインサイドいい感じに再生波的な感じであったりとか、少し開いていく波とかがあって、スキムでも全然狙える波があってね、そこに狙いを定めて練習していった感じとなります。難易度はめちゃめちゃ高かった感じでしたね。どこ狙っていいか分かりづらいし、距離もなかなかアウトだったし、難しかったけどいいライディングも何本も出せましたね。スーパーセッションみたいな感じでしたね。これとかもね、そうラップラインいくかな、こういう感じでインサイドで残ってくれる波が波サイズの割に多かったね。あとはこういう感じで少し押してくれる波サイズ小さく見えても水量がめちゃめちゃ多いんで、押してくれる波があったからそこに引っ掛けることも多かったかな。これとかも結構綺麗に押してくれてる。で最後3ショービット、これいいね。ナイスライディング。これはインサイドでラップ狙うかな。ナイスラップだね。こんな感じでね、結構乗れてる波が多かったかな。これもラップいくかな。ナイスラップですか。この沖の波、これでも落ち着いた方のタイミングで出てきたんですけどね。さあこれアウトチャレンジして届いているんだけど、ここでノーズ刺さっちゃったね。もったいない。なかなかのアウトでしたけどね。今のいいチャレンジではあったと思う。これいいね。しっかりスムーズに横流していく。ナイスフロントサイド。そう両方いけたっていうのはね大きかったね。左右両方とも。まさかこんな波だとは思わなかったね。さあアウトに狙っていきますが、これはフロントサイドでもうスープになっちゃうかな。ここで前に出れそうなんだけど、これは出きれないかな。惜しいね。さあこれはライナー側、すごい加速。ナイスライナーだね。最後吹き飛ばされましたけど、今のスピード感半端ないですね。これはラップいくかな。スープの先端、フロント行きましたね。で再生波狙うかなと思ったけど、フロントで一気に加速して3ショービット狙いでいきましたね。ここの見極めなかなか難しかったですね。今のスープ気味な再生を狙うのか、フロントサイドでライナーを狙うのかっていう見極めね。これはバックサイドライナー、グラブして一回安定させて、最後ショアブレイク狙っていく。このライナーいいね。おそらくベスト3ぐらいに入るんじゃないかな。これはインサイドライナー狙うけど、これ角度が難しいね。でここでデッドウォーターになるから、仕方ないですね。これはいい狙いではあったけど、あの難易度を簡単に乗り切れる難易度ではないですね。沖からはグーフィーレギュラー両方狙ってきてる人たちがねいましたね。もう本当トップしかいない感じでしたね。それぐらいの条件だった。これはラップでワンアクション狙い。
これはややサイドウォッシュを狙うけど張ってこなかったね。いい狙いではあるけど惜しい。これはラップかな。いい回し方。スタンディングチューブでこの滑走感、これやばいっすね。こっからよくテール踏みましたね。ここしかもめちゃめちゃ走ってる距離長いし、これベストライドっすね、おそらくこの日の。これはインサイド、ナイススプレー、いいレールワーク、そしてラップ。これもいいラップだね。先ほどのライナーはラップで3本目で今のライディングに入るかな。かなり良かったと思う。さあこれは先ほどと同様少しリップのところでデッドオーターになる。波の裏側狙ったんだけどね、難しいね。これはフロントラップか。ただし落とされましたね。ライナーのつもりでいったら意外と割れてこなくてフロントに行かざるを得なかった感じだったね、今のは。デッドウォーターもあったしライン取りも難しかったから、そこの読みがね非常に難しいね。どっちで合わせるみたいな感じで思った以上に難しい波にはなってしまうっていうパターンもあったかな。完全上級者並みですね。スキム、サーフィン、ボディーボードともにもう上級者オンリーの波。これはスープ波だけどしっかりアウトを狙っていく。いい感じだね。ナイスライド。この夕方はねどんどん波サイズね落ち着いてってるはずなんですけど、このサイズ感ですからね。さあこれちょっとフレームアウトしちゃったけど、これライナー乗れたやつですね。このサイズ感やばいですよね。カメラで撮ってるとね少し波サイズ小さく見えてしまうことが多いんですけど、それでもこのサイズ感ですからね。インサイドに行くにつれてやっぱスキムでも狙えるぐらいの波になるので、サイズはインサイドは落ちるんですが、アウトはめちゃめちゃでかかったね、間違いなく。で最後のショアブレイクでまた少しサイズが上がるみたいな感じ。スキムはその辺まだ選べる波が意外と多かったかなとは思う。スープ波メインで練習してもいいし、ちょっときつめのショアブレイクでリップ狙いに行ってもいいし、そこの狙い分けができたっていうのは結構大きかったかな。しかも左右両方いけたっていうのも大きいし、その辺に関しては。これはライナー側かな。3ショービットナイス。思ったより割れてこないっていうのを今のはしっかり読み切って乗れてたね。これはちょっとアウトを狙うが難しそうだぞ。ラップラインここでうまく抑え込んだ。ナイス。このスープで潰れた波系ね、これが一番難しかったね。さあスピナーからライナー狙いだけど刺さってしまう。これもったいなかったね。スピナーが思ったより加速してしまってターンするときにうまくタイミングが合わなかった感じだったね。実際あの辺はちょっとしっかりそれを読んだ上でのトリックもしないといけないね。さあ惚れてる。これはさすがにえぐい。最後これ足首から落ちたんじゃないかな。めちゃめちゃ危ない。さあこれも2段波だな。これもやばいね、直近の2本はちょっと難しいな波だったね。これはフロントサイドかな。うまいっすね。この合わせ方すごいいいね。スープじゃなくてしっかりリップの一番ドンピシャの場所でレールかませてしっかり乗ってった。
まあ、フロント込みで言ったら、多分フロントに関してはベストだね、今のは。全体ではまあベスト5に入るぐらいのフロントサイドだったかな。かなり良かったと思うな。まあ結構この日は、まあ日が落ちるにつれね、結構見に来る人も多かったですね。台風一過通過後のこの平塚海岸に。まあかなり激しい波でね、プロサーファーたちも結構盛り上がってたんじゃないかな。めちゃめちゃ乗りまくりみたいな感じだったね。今回は台風6号のうねりでスーパーセッションですね。スキムボードで、沖ではプロサーファー、プロボディーボーダーたちがめちゃめちゃ乗ってましたね。まあここまでサイズ上がった平塚を見たのも久しぶりでしたね。まあこれでも落ち着いた方の時間でやってきましたが、まあスキム海外チックな感じでいい練習できたんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。